大岡山にある日本料理店佐藤の店主佐藤亮介です。今日はご家庭で簡単に作れるだしをご紹介いたします。材料のご紹介です。水1リットル、鰹節 35g、 昆布 8g、 今回は煮物、浸しいろいろなパターンで使えるだしということで今回の配合にしております。では始めます。まず今回の昆布だし、一晩前につけといたものをご用意しております。そのまま乾いたものを使っていただいても結構だと思いますし、今回はこの方がよく出るのでこれでご用意しております。今火をつけました。そうしますとしばらくするとふつふつと沸いてくると思うんですけれども、よく言われるようにここで沸かさない、ぐらぐら沸かしてしまわないというのがポイントになります。で、先ほど水につけておいてありますのでよくこの時点で出てはいるんですけれども、水につけておかない場合は少し沸く前の温度をちょっと長めにキープしていただくことによって味が出てくると思いますので、そういう感じでやっていただければと思います。火にかけて数分しますと、沸いてきます。鍋肌から小さい泡がふつふつと出てくると思いますが、この温度を少しキープしてください。これ以上沸かすと昆布の海藻の匂いとかちょっとえぐみと言われるものが出てくるようですので、その辺を注意しながら、先ほど水につけてない時も、この温度をちょっと長めにキープすることがポイントです。で、味を見て、ここで出汁が出たことを確認したら昆布は取り出します。火を強くして沸かすことにより、アクが出てまいりますので、そのアクを取ってから鰹節を入れていきます。で、通常お椀とかのお出汁とはまた違う煮物とか、一般的に使う浸しとかのお出汁になりますので、またお椀とかの引き方とはちょっと違うところもあるんですけども、こちらは何でも使える万能だしとなっておりますので、今回はそのような引き方です。で、アクを取りましたら鰹節を入れていきます。入れる時もなるべくこう1枚ずつが広がるように入れていただけると出汁が出やすいかと思います。で、静かに落とし、火をおよそこの程度軽く沸いてるぐらいな感じにとどめまして、今入れた瞬間はこう濁った感じがあるかと思うんですけども、これがちょっとだんだん透明感が出てきますので、そうなったらこすタイミングです。で、あまりに沸かしすぎても香りがなくなってしまいますし、ある程度煮ないと味も出てきませんので、だいたいその透明感が出てきたかなというのが、こすタイミングになります。で、火加減もこのぐらいに、やや軽く沸いているかなというぐらいの火加減に調整しておきます。3、4分から5分ぐらい、ちょっと軽くこの状態で煮沸かしましたので、だんだん出汁の方が澄んでまいりました。この澄んだ感じになってきたなという、ちょっと黄金色になって澄んできたら出汁をこすポイントタイミングですので、これから出汁をこしていきます。今回用意するのはリードペーパーにストレーナーを設置しまして、下には鍋を当ててあります。ここに出汁をこしていきます。
今回は煮物、などの出汁ですのでお椀とは違いまして、ここでよく絞っていきます。せっかくここに入ってる出汁ももったいないですので、ここでこのようによく絞ります。こちらで、昆布とかつおのお出汁の完成でございます。この出汁は煮物やおひたしさまざまにお使いいただけますし、もちろん汁物や味噌汁などにもお使いいただくことができる出汁です。万能のものになります。そんなに長い時間かかるものではないですので、ぜひご家庭でも、かつおだしでひいていただければ美味しい、煮物ができたりお料理ができたりすると思いますので、ぜひお試しになってください。